こんにちは、狼子です。さよです。シティスカの続き。人口7万4千人からだよ。貨物港を建てたね。今日も10万人都市に向けて頑張るぞい。ぞい。まずはタイルを購入するよ。越境は新しい町作っていいのか。おかわりもいいぞ。これで合計8タイル。突然ですが、タイルの購入はこれにて完了となります。あら、9タイル目は買わないんだ。買っても隙間だらけで終わりそうだからね。8タイルでみっちり作って達成感を味わおう。もし8タイルに収まらなかったら、木の下に埋めてもらっても構わないよ。狼子になっちゃう。まずは高速道路と線路を新しいタイルに延長。敗北感。取り消せよ、今の工事。取り消して次が良くなる保証もありませんので。通り道にある工業地帯も高速道路とつないじゃおう。ここの北が結構交通量多いもんね。さほど正当な理由もなく線路が地下を通ったりしてたし、そういうのもついでに改善。そして新しいタイル。まずは高速道路に交差点を作って。日本人の黒羽さんが設計したことで知られるグローバー型交差点。そうなんだ。嘘やで。この辺もちょっと手直し。なんてことだ、もう助からないぞ。車は道路に向かって復帰するルーチンだし。問題はない。15メートルまでなら。そして時は動き出す。5台ほど浮かんでこないので後でスタッフが回収しました。このタイミングでこの辺の高速道路も浮かせちゃおう。街が分断されて何気に気になってたやつ。リファクタはこのタイミングと決めてずっと我慢しておりました。よし、新しいタイルの下側まではこれでいいかな。上側は次回に回そう。いよいよ新規タイルの開発だ。道路は適当に引いてしまいまして。割愛。さあ立てるぞ空港。海に続いての最後の交通手段だ。でかいぞこれ。建物に加えて滑走路のような道路、過去最大級だね。これで我が肉球ヨークも空港保有都市だ。多分今は普通に空を飛べるはず。ゴミで溢れた都市の道路が5番でも住人には笑っていてほしい。次は空港にアクセスできる地下鉄を整えよう。京急空港線。ダーシーリース。完成したものがこちらになります。既存の地下鉄もかなり見直してるね。リゾートの環状線以外は一本道にして線同士をつなぐ路線もあるって作りたかった形だ。ゲームに慣れた状態で路線ありきで設計しないと、それだけのことが難しいねんな。さて最低限の区画設定もして、とりあえず稼働開始。なんか全然立たないぞ。他の区画を整備して待ちますか。ちょうど飛行機が離陸するね。さよみこ航空299便、猫の非帯域です。さあ今日も始まるレッドロックとの戦いが。これは一時停止の設定？本当に一時停止するだけならあまりに意味がないけど、道を塞がないように振る舞ってくれることにワンチャンかけてみるよ。交差点の入り口は連動式信号、交差点の出口は通常信号。ほう、経験が生きたな。なお結論から言うと、結局突っ込んでくる列車がいました。
チスか何もわからん。まだまだ人口は増えません。それなら立よパシフィコ横浜。太平洋要素はないです。エキスポセンター、博覧会などを開くという設定のユニーク施設だ。こういうのは交通の便が良いところにあるよね。空港の目の前にはないと思う。まだユニーク建設フェーズは終了していないぜ。カウントダウン時計、一体何をカウントするのか。謎の QR コード。こういうのやめてほしい。危険な URL とか表示されてても気づきづらいじゃん。セキュリティ意識の高い狼。視聴者の安全もかかってますからね。見回り中。うわ、なんかすごいことになってる。拡大してみるとあちこちが廃墟マーク。ここのところずっと工業事業が生えてないけどさ。郊外の緩衝地帯としてオフィス地区を生やしてたから、そっちに人が座れたかな。廃墟は景観を損ない地価を下げるとのことで、住宅を生やすには廃墟を減らさないとかも。しかし廃墟を減らすには、長期的には働き手を増やす必要があり。まあ良い感じに進めましょう。ところどころに高層住宅をポチポチ。あくまで日本のイメージだけど、一戸建ては木造、マンションは鉄筋コンだよね。当然鉄筋コンの方が防音性能は高いから。交通の便が良くて地価が高く、騒音も多い場所はマンション。でもマンションだけじゃ無機質だから、そうでない場所は戸建てに。というのを最近意識してるよ。見た目はなんとなく育ってきた。人口はまだ全然、相乗効果で地価が高まるのを待つしかないかな。自然発展を待つ間に、本日最後のお仕事。農業タイルですか。ここの交差点が結構混んでるし、騒音も大きいから再開発しちゃうよ。北に貨物駅。貨物駅はインターチェンジと交差しない方向に1個あれば十分だよね。ということで、こっちの貨物駅は解体。貨物輸送に一役買いたいだけだったのに。道路の平和を阻む奴らだからしょうがない。農場も一部立ち退きしてもらって。新しい道路をポン。ダイクストラの気持ちになって最短経路を考えよう。この辺は騒音がひどいから宅地から変更されます。道路を変更したら割と大丈夫だった様子。でも大きい道路脇だから今後の交通量次第でまた見直しかな。というところで長くなってきたので今回はここまで。空港近辺もそこそこ賑わってきたね。今後だけど多分あと1、2回で目標達成かな。急に人口が爆増して終わるかもしれないし、沼にはまるかもしれない。まあそれはカニの味噌汁ということで。ご視聴ありがとうございました。